第1章平穏な老後への招待状。東京都郊外にある築45年の木造一軒家、庭の松の木が手入れされたその家で、鈴木啓司は妻の和子と2人、穏やかな年金生活を送っていた。現役時代は真面目な公務員として勤め上げ、退職後は盆栽と時代劇を楽しむのが日課だ。変化のない毎日だが、啓司にとってはそれが何よりの幸せだった。ある日の午後2時過ぎ、リビングの電話が鳴った。啓司は読みかけの新聞を置き、受話器を取る。相手は毎朝ハウジングの赤井と名乗る男だった。非常に丁寧で落ち着いた物腰の低い声だ。鈴木啓司様のお宅でしょうか。突然のお電話で失礼いたします。実はこの度、私どもが手掛ける高級老人ホーム、シルバーパラダイスの地域限定優先入居権に鈴木様が当選されましたので、ご連絡を差し上げました。老人ホームと聞いて啓司は眉を潜める。73歳になるが、まだ足腰は丈夫だし、和子も元気だ。施設に入るなど考えたこともない。いやうちはまだ2人とも元気だからね。そういうのは必要ないよ。啓司が断ると、赤井は残念そうに、しかし親しみを込めて言った。そうですか。それは素晴らしいことですね。ただ、この権利は倍率100倍以上の大変貴重なものでして、持っているだけでも損はありませんよ。選ばれた方だけの特権ですから。選ばれた特権という言葉に啓司の自尊心がわずかにくすぐられる。自分は運が良かったのだと少しだけ気分が良くなった。結局パンフレットだけ送ってもらうことにして電話を切った。リビングに戻ってきた和子に啓司は少し得意げに話す。何でも高級老人ホームの権利が当たったらしいぞ。俺たちもまだまだ捨てたもんじゃないな。和子は争うと笑って茶を入れる。この時の啓司はこれが地獄への招待状だとは夢にも思っていなかった。第2章見知らぬ苦労人への同情。数日後、再び電話が鳴った。今度は青木と名乗る男からだった。電話口の向こうから聞こえる声は切羽詰まっており、今にも泣き出しそうだった。鈴木さんですか。突然申し訳ありません。私は青木というものです。実は毎朝ハウジングさんから鈴木さんがシルバーパラダイスの入居権をお持ちだと伺いまして、どうしてもお願いがあるんです。啓司が戸惑いながら話を聞くと、青木は涙声で事情を話し始めた。彼の80歳になる母親が重い病気を患っており、どうしても医療設備の整ったシルバーパラダイスに入居させたいのだという。しかし抽選には全て外れてしまい、途方に暮れていたところ、権利を持っている啓司の存在を知ったらしい。お母様のためにどうしてもその権利が必要なんです。鈴木さんは入居される予定はないと伺いました。どうかその権利を私に譲っていただけないでしょうか。もちろんただとは言いません。お礼として3万円をお支払いします。3万円という金額に啓司は息を飲んだ。だがそれ以上に見ず知らずの他人のために必死に懇願する青木の親孝行な姿に心を動かされた。自分には必要のない権利で誰かが救われるなら、それに少しばかりの謝礼が入れば和子と旅行にも行ける。わかりました。そこまで言うならお譲りしましょう。でも手続きとかはどうすれば。ありがとうございます。本当にありがとうございます。手続きはすべてこちらで進めます。鈴木さんは名義を貸してくださるだけで構いません。本当に命の恩人です。青木は何度も感謝の言葉を述べ電話を切った。啓司は良いことをしたという高揚感に包まれていた。人助けをして謝礼ももらえるなんて幸運なのだろうと胸を撫で下ろしていた。第3章裏返った正義。翌日の午前中、3度目の電話が鳴った。相手は最初にかけてきた毎朝ハウジングの赤井だった。しかしその声色は以前のような丁寧なものではなく、氷のように冷徹なものに変わっていた。鈴木さん、あなた青木という人間に入居権の名義を貸しましたね。ドキリとして啓司は言葉に詰まる。なぜそれがバレたのか。いやそもそも悪いことなのだろうか。彼がどうしてもと言うから譲ってあげようと思って。赤井は大きなため息をつき強い口調で言った。鈴木さん、これは大変なことですよ。入居権の譲渡や名義貸しは当社の規約で厳しく禁止されています。それだけじゃありません。これは犯罪なんです。
犯罪、その2文字が刑事の頭の中で反響した。そんな人助けのつもりで当社の調査部が不正な取引としてこの件を検知しました。これは業務妨害であり、詐欺行為に該当する可能性があります。我々としても警察に通報する義務があるんです。今から警察に連絡します。待ってくれ。通報なんてされたら困る。なんとかならないのか。刑事は必死に懇願するが、赤井は冷たく突き放す。私の一存ではどうにもなりません。会社の顧問弁護士に代わりますので、そちらと話してください。電話が保留音に切り替わる。刑事の手は震え、油汗が額を伝った。平穏だった日常がガラガラと音を立てて崩れ去っていくのを感じた。第4章登場する方の番人。保留音が切れ、のぶとい声の男が出た。毎朝ハウジング顧問弁護士の黒田です。鈴木啓二さんですね。事態は把握しています。単刀直入に言いますが、あなたのやったことは極めて悪質な犯罪行為です。黒田と名乗る男は矢継ぎ早に法律用語を並べ立てた。他人の権利を不正に流用する行為は刑法第246条の詐欺罪及び威力業務妨害罪にあたります。懲役刑になる可能性も十分にありますよ。それにこのまま警察が捜査に入れば、あなたの銀行口座は全て凍結されます。年金の支給も止まるでしょう。年金が止まる、逮捕される、刑務所に入る。刑事の想像力は悪い方へと膨らみ、恐怖で呼吸が荒くなった。そんな、私はただ、困っている人を助けようとしただけで、悪気はなかったんです。お願いします。助けてください。刑事は受話器を握りしめ、見えない相手に頭を下げていた。黒田はしばらく沈黙した後、恩着せがましく言った。悪気がなかったというのは、裁判では通用しません。しかし、あなたもご高齢だ。いきなり逮捕されて刑務所というのは、あまりに忍びない。私が会社と掛け合って、今回だけは、穏便に済ませるよう取り計らってあげてもいいですよ。本当ですか？お願いします。何でもしますから。刑事は、黒田が地獄に垂らされた蜘蛛の糸のように思えた。しかし、その糸の先には、さらなる絶望が待っていた。第5章提示された示談金。黒田の声が、少しだけ和らいだように響く。それは、獲物を罠にかけるための演技だった。会社側を納得させるには、誠意を見せる必要があります。本来なら損害賠償請求として、1000万円規模の話になりますが、即時解決を条件に、示談金として5万円を用意してください。5万円。刑事は絶句した。夫婦が爪に火を灯すようにして貯めてきた虎の子の退職金とほぼ同額だ。5万円ですか。そんな大金。すぐには今日中に解決しなければ警察が動きます。逮捕状が出るのも時間の問題でしょう。逮捕されれば近所にも知れ渡りますし、奥様もただでは済みませんよ。今すぐ現金を用意して私が指定する供託金保管担当者に手渡してください。そうすれば私が責任を持って告訴を取り下げさせます。妻の名前を出され、刑事は追い詰められた。家族に迷惑をかけるわけにはいかない。自分が逮捕されれば、家族の生活も名誉も終わりだ。金で解決できるなら、安いものなのかもしれない。混乱した頭で、刑事はそう結論付けてしまった。わかりました。なんとかします。今日中に用意します。賢明な判断です。では、また後ほど連絡します。誰にも言わないでくださいよ。外部に漏れたら、その時点で示談は破棄、即逮捕ですからね。電話が切れた。ツーツーという電子音が刑事の焦燥感を煽り立てた。第6章妻の違和感。刑事は青ざめた顔で寝室に入り、タンスの奥から通帳と印鑑を引っ張り出した。手が震えて、なかなかつかめない。その背中に、和子の声がかかった。お父さん、どうしたの？顔色が真っ青よ。さっきの電話、誰からだったの？刑事はびくりと肩を震わせ、振り返る。なんでもない。ちょっと出かけてくる。そんな顔で出かけるなんておかしいわ。隠し事はやめてちょうだい。夫婦でしょ。和子の真剣な眼差しに、刑事は観念した。このまま黙って5万円を持ち出せば、それこそ取り返しがつかないことになるかもしれない。刑事は、膝を折ってその場に座り込み、絞り出すように言った。俺、逮捕されるかもしれないんだ。刑事は、老人ホームの権利の話、青木への名義貸し、
そして弁護士の黒田から5万円を要求されていることを途切れ途切れに話した。全てを聞き終えた和子はしばらく沈黙し、そして静かにしかし力強く言った。お父さん、それおかしいわよ。名義を貸しただけで5万円なんて、それに今日中に払わないと逮捕だなんて、そんな乱暴な話があるもんですか。でも弁護士がそう言ってるんだ。警察に通報されたら終わりだぞ。いいえ、これは何かが変よ。健太に電話しましょう。息子に迷惑はかけられないと刑事は止めたが、和子は聞かなかった。すぐに受話器を取り、一人息子の健太の携帯番号を押した。この妻の判断が鈴木家を救うことになった。第7章息子のカンパ。プルルルプルルル。数回のコールの後、健太が出た。仕事中だったようだが、和子の切羽詰まった声を聞き、すぐにただごとではないと察した。母さん、落ち着いて。一体何があったの。和子から受話器を代わった刑事がしどろもどろに事情を説明する。弁護士の黒田。5万円の示談金、今日中に手渡し。話を聞き終えるなり、健太は大声で叫んだ。親父、それ絶対詐欺だ。1円も払っちゃダメだぞ。え？詐欺。でも毎朝ハウジングという会社も弁護士も実在するような口ぶりで、それが手口なんだよ。会社員、困っている老人、そして弁護士や警察、複数の役が登場して被害者を信じ込ませる劇場型詐欺だ。劇場型、初めて聞く言葉だった。名義貸しが犯罪だとしても、弁護士がいきなり電話で5万円要求して、しかも手渡しなんてありえない。本物の弁護士なら書面でやり取りするし、いきなり逮捕だなんて脅したりしないよ。完全に騙されてるんだ。息子の断定的な言葉に刑事はようやく冷静さを取り戻した。魔法が解けたように恐怖心がすっと引いていく。代わりに騙されそうになった自分への情けなさと犯人への怒りが湧いてきた。そうか、詐欺だったのか。危うく全財産を持っていかれるところだった。まだ終わってないよ。親父、今すぐ警察に通報する。僕からも連絡するけど。親父はそのまま騙されたふりを続けてくれ。犯人を捕まえるチャンスだ。騙されたふり。刑事はごくりと唾を飲み込んだ。俺にできるだろうか。いや、やらなければならない。家族を守るために。第8章反撃のシナリオ。30分後、刑事の家に数人の男たちが上がり込んでいた。全員私服だが鋭い眼光を放っている。所轄の刑事たちだ。健太の通報を受け迅速に動いてくれたのだ。鈴木さん、犯人から電話が来たら予定通りお金を用意したと伝えてください。できるだけ動揺している演技でお願いします。我々は隣の和室に隠れています。刑事が小声で指示を出す。刑事は大きくうなずき深呼吸をした。直後、電話が鳴った。あの弁護士役の黒田だ。はい、鈴木です。金は用意できましたか。時間はもうあまりありませんよ。刑事は役者になったつもりで震える声を絞り出した。はい、なんとか5万円用意しました。これで本当に許してもらえるんですね。もちろんです。あなたは賢い選択をした。では今から私の事務所の者がそちらに向かいます。くれぐれも妙な真似はしないように。わかりました。お待ちしています。電話を切ると刑事たちが無言で親指を立てた。自宅周辺にはすでに他の捜査員も配置され、受け子を待ち受ける騙されたふり作戦の準備は万端だった。刑事は新聞紙を詰めた紙袋を玄関に用意し、その時を待った。第9章玄関先の工房。30分ほどが経過した頃、玄関のチャイムが鳴った。ピンポーン。刑事は和子と顔を見合わせ、ゆっくりと立ち上がった。玄関のドアを開けると、そこには黒いスーツを着た若い男が立っていた。まだ20代前半だろうか。真面目そうな青年だが目が泳いでいる。黒田法律事務所の使いの者です。書類とお金を受け取りに参りました。ああ、お待ちしていました。どうぞ中へ。刑事は男を玄関の中へと招き入れた。男は周囲を警戒するようにキョロキョロと見回しながら土間に立った。これが示談金です。どうか吉名に願いします。刑事は新聞紙が詰まったずっしりと重い紙袋を差し出した。男の目に強欲な色が浮かぶ。男が手を伸ばし紙袋を掴んだその瞬間だった。ダダン。和室の襖が勢いよく開き、刑事たちが飛び出した。警察だ。
そのまま出ろ。男は悲鳴を上げ、紙袋を取り落とした。逃げようと背を向けたが、すでに玄関の外にも刑事が回り込んでいる。男はその場に取り押さえられた。うわぁ、違うんです。バイトだって言われて、往生際悪く叫ぶ男を、刑事たちが手際よく拘束する。家の外からもサイレンの音が近づいてきた。刑事は、床に散らばった偽の札束を見下ろし、そして犯人に向かって一喝した。私の老後は、お前たちの小遣いじゃない。真面目に生きろ。その声には、かつての公務員時代の威厳が宿っていた。第10章守られた日常。受け子のスマホからは、指示役との通話履歴や、チャットのログが次々と見つかった。それをもとに、警察の捜査が進み、電話をかけていた赤井や青木、そして弁護士役の黒田を演じていた、詐欺グループのアジトも特定された。彼らは一網打尽となり、同様の手口で高齢者を騙していた余罪も暴かれることとなった。数日後、健太が実家を訪れた。リビングにはいつもの穏やかな時間が戻っていた。危なかったな、親父。でも、最後の一括、かっこよかったらしいじゃないか。警察の人から聞いたよ。健太が冷やかすと、刑事は照れくさそうに頭をかいた。いやー、お前と母さんのおかげだよ。俺一人だったら、間違いなく5万円払っていた。本当に、感謝してる。和子が、入れたての茶を出しながら微笑む。本当ね。でも、これで良い勉強になったわ。うまい話には裏がある。そして、困った時は、家族を頼るのが一番の法律ね。刑事は深くうなずき、茶をすすった。庭の松の木が、秋晴れの空に生えている。5万円という大金は守られたが、それ以上に、家族の絆という何物にも代え難い財産を守り抜いたのだと、刑事は強く感じていた。鈴木家の茶卓には、温かい湯気とともに、安堵の笑い声が満ちていた。法律 Tips コーナー。今回は、劇場型詐欺と名義貸しの危険性について解説します。1、劇場型詐欺の手口。今回のケースのように、複数の人物が登場し、それぞれが会社員困っている人、弁護士などの役を演じて、ターゲットを信じ込ませる手口を劇場型詐欺と呼びます。一人がトラブルを持ち込み、別の一人が救済策を提案することで、被害者は正常な判断ができなくなります。2、名義貸しのリスク。名義を貸すだけならと軽く考えがちですが、携帯電話や銀行口座、そして今回の入居権など、いかなる理由であれ、実態のない取引のために名義を貸す行為は、犯罪に巻き込まれる原因になります。また、詐欺師は名義貸しは犯罪だと被害者を脅し、口止めをして金銭を要求する常套手段を使います。3、対処法。電話で現金を用意して、誰にも言うなと言われたら、100% 詐欺です。また、弁護士や警察官が電話で示談金を要求したり、現金を預かりに行ったりすることは絶対にありません。不審な電話があったら、一人で判断せず、すぐに電話を切り、家族や警察相談専用電話、9110に相談してください。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。